こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は名将木村正彦先生のアトリエ側の庭からお届けしています。ちょうどこの私を囲む盆栽たち、世界に響く先生のこの作品群ですが、昔はこのように一人では持てない大きな石を先生がくり抜いて、そこへ素材を一体化させる、そのような形でこの作風が誕生しました。今日はそれを新たな姿へと進化した先生の作品の作り上げていく姿を特別に一から仕上がっていくまでを公開していただくことになりました。先生のご厚意に感謝するとともに、ぜひご覧の皆様は木村正彦が作り上げている世界を楽しんでみてください。よろしくお願いします。先生、今日はお忙しい中、とんでもございません。ととんでもございません。またいつものこの先生の名品が生まれるアトリエでの一日になりますが、今日お願いしたのは、先生がもともと世界大会やいろいろなところで発表している先生の創作の石付きの盆栽、もう世界各地で評価されて、私どもの大徳寺の入り口に飾ってありますが、最近その材質を変えたという話を聞くんですけど、材質はもう今までは石を細工して石付きを作ったんですけど、なんか先生はこんな大きな石を自ら削られて、それを作られているという。そうしましたらやはりね、お客様がね、石付きもいいけどもね、重いのが嫌だなと。まあ石付きですから重い、石ですと非常に重いわけですね。じゃあそれをね、軽くて丈夫なものにすればいいんじゃないかと。でも先生、石ですよね。まあ見ていただきはもう石ですね。それを新しく考案なさったんです。見られますか？はい、もちろんこれからちょっとじゃあお願いします。なんか軽々と持たれてます。はい、もう本当にね、簡単にね、一人で持てるようなものの方がいいんじゃないかと。石ですよね。そう。今のね、愛好者ってのは割合その高齢者が多いんですね。石付きもいいけども、何しろ重いのが嫌だと。もちろん削ったもんですけどもね。ちょっと持ってみてもいいですか？もちろんもちろん。石誰でも持てます、これは。年ですから腰を気をつける。あれ、先生、これなんでこんな軽いんですか？中身はもう全部それはもう軽いものになってます。はあ。これで先生、強度は問題ないんですか？強度はまあ非常に石よりも下手すると丈夫かもしれません。っていうことは、今までは石ですから、あまりこういう細い彫りっていうのがしづらい部分があったんですけど、ここからはこれ変幻自在ということです。そういうことです。まあ石ですとね、こういったところはもう必ず折ってしまうんですね。それとやはり長い年月のうちにね、寒いとか暑い、凍ったりなんかしますとね、ひびが入ったりなんかする。パカッと取れる時ありますからね。先生が考案なさったこれというのは、先生が例えば絵筆で石を描けば、そのように先生作る。まあ一応そういった注文も結構入ってます。じゃあ先生、今日はこれをモデルに、作品を制作する現場をそのつもりでおります。いやありがとうございます。素材というのはもうある程度それ一本くれる。ちょっとこれはあ、これ先生、これつかないでしょ、これでこうじゃ。それじゃもうとてもじゃないですけど、つきませんから。ですからここから取り木をして、ここに根を出させて、なるほど、なるべく小さなものをつけると。これは先生、じゃあもう去年こういうにやっといたんですか？これはね、今年の2月の後半でしょうかね。ですから2ヶ月3ヶ月でもそれでこんなに根っこが出る。出ますこれは。皆さんこれお分かりになりますでしょうか？もう中白根でいっぱいですわ。じゃあこれからここを外して、そこから切り落として。じゃあこれ番号ついてますか？これは2番ですね。それは石の2番にもうつけるようになってます。場面がもう決まってるわけです。もう決まってるわけです。それでもうこれ針金がかかってるんです。そうですね。それでもう取り木をしてすぐにこれ針金をかけてしまうんですね。でも針金をかけても木の規制が落ちるとかそういうことは全くなくて、そのまんま根は出ます。
これは先生どちらかというとやっぱりこれ自身ではもうなかなか盆栽になりづらいような、まあ早く言えばもう廃物利用です。これの現物があるっていうことなんで、こういうものからこういうものです。一応盆栽にはこれはもうちょっとならないようなものですね。じゃあこれを素材にして必要な部分で取り木をかけてということ、そういうことです。これはね、おそらくね、みんなこの先をね、取り消してしまったんですね。逆に使った残りなんです。そうなんです。みんなこういう小さいもの欲しい時はこういうものをここから先を取り消するとか。例えばこういうものを一回使ってもその元をまた使ってというふうに最後まで使えるってことです。そういうことです。こういうものでしたら皆さんご自分で挿し木からでもできますよ。それがこういう状態になって、それでこういう状態に使えるものが出て、それが最後先生の作品のはいはあ、無駄なものはもう一切ないんですね。では今日は一つ、はい制作の現場を拝見させていただきます。よろしくお願いします。じゃあこれから始めさせていただきます。よろしくお願いします。お楽しみください。はい、この辺から切っちゃってくれる。はい。そうですね。この状態ですわ。先生、この生えてるこの根っこだけでこれだけの葉っぱは持つんですか？いやいや、もうこれじゃ多すぎますよ。根っこがもうちょこちょこっと出てきたところで一回切ってみたんです。元気に生きてますから。これで一つじゃあお願いします。はい。これがこっちへついて、ここへ乗りで。ちょっと先生、その石のくぼみは初めからそこに入るということを想定して、まあ一応それです。その凹凸を強く入れてるわけです。そうです、そうです。なるほど。簡単にもうできるように。これが大体こんなところです。なるほど。なるほど。これで今もう針金かかってますからね。ある程度決まったらもう直していきます。はい。これが3番。今まだ仮置きした状態。ただ置いただけです。仮置きは今までできなかったわけですよ。これは下にあれがついてるから。でも先生、私たちが見るとなんかもう半分出来上がっちゃってるようなんですけど。これでやっぱり長い枝、いらない枝全部切っていくわけです。これがね、後ろもね、必要なんですよ。さっきまで石だけ見てるときはなんかとても派手な石に見えたんですが、盆栽と一体になってくるとそうですね、変な派手さがなくなってなるほど、あえて空間を強く強調しておかないとつけた時にこうならないんです。そうなんですよ。かといってつけても石の間は欲しいですしね。そうなんですね、それをこれから作っていきます。なるほど。先生、お仕事しながらで恐縮なんですが、はい、いいですよ。この先生のこの創作の石突きの頭の中に浮かんでいる原風景っていうのはどこにあるんですか？これはいろんな自然を見て、はい、そこからヒントをいただいて、先生の場合は世界各国を旅なさってますけど、
その中に浮かんだものが先生の形です。そうですね。中国の大自然なんかとっても勉強になりますね。はじめこの素材が取り木をかかってるところを見たらやけに大きな枝のこの葉張りがあると思ったら、こういうわけだったんですね。そうですね。やっぱり大きくしとかないと、つけてから調整して枝を切ると。だからいる枝であるかいらない枝であるかわからないけれども全部つけとくんです。さっきの素材を見ても根元でぐんと曲がっているようなやつは、逆にその曲がっているからこそ取り木をして後ろに根を回しやすい。そうですね。これで作り上げてだいたい飾れるまでに何年ぐらいかかるもんですか？心拍は早いですよ。そうですか。このままですとねちょっとまだあれですけど、つけたてっていうのはあれですけど、これでやはり石へつけて一作させると本当に落ち着いた芽が出ますんで。じゃあわずか 1,2 年で綺麗になってなりますね、これは。これは早いですね。先生やっぱり今こうお作りになっているもの、はい。例えばこの姿っていうのは今お作りになっている完成形というのはもう石をお作りになったりしてる時に 70% ぐらいはもう頭の中にできてるんですか？もちろんこれはそれはもう完成図がね、頭の中に入ってないと石もなかなかできないと思います。それは。木村先生は出来上がっていない大きな盆栽が来ても初めにまず頭の中に完成図がもうできてるみたいだってよく言われる。それがね一応完成図が頭の中にないとそれに向かって作業を進めていくんですから、なかなか我々やっても頭の中の完成図の50点にしかならない時が多いんですけど先生の場合ほぼそこへ持っていくっていうんで、なんとか持ってっちゃいますね。今までに先生は長い盆栽人生の中でもう数えきれないほどの名木を手掛けられたでしょうけど、いやとんでもないですよ。この創作の道はちょうど40年ぐらいになるでしょうか？最初からですとそのぐらいになりますね。なりますね。創作だけでももう数百点でしょうか？どのぐらい作ったか分かりません。先生がたくさんのいろんな国や行政からのいろんなものを受賞、果ては黄綬褒章まで受賞なさってますけれど、先生はあれを取られた頃から盆栽がもともとが古い素材から直して作るものということなので、そういう評価があると。そうすると作家としてゼロから作ると、ゼロから自分のものを作ってこそっていうものの考え方がこの創作盆栽っていうのを初め遊び心で始まった。そういうことですね。本当に遊び心だったんですよ、最初は。先生これで自然の岩に生えてる植生っていうのを考えると、やっぱりこの一番上っていうのは岩を見せておくものなんですか？いや、それはどちらでもいいと思うんですよ。なるほど。自然のね、中国のなんかてっぺんについてますよね。ついてますね。ついてます。そそり立ってます。そう。でも考えたら今先生が根を置いているように
やはりそこに塵や芥がたまるところじゃなかったら根は張れないですよね。もちろん、まあそこにね、えまあ落ち葉だとかね、え泥みたいなね、ゴミみたいなものが溜まって、そこにえ種がこぼれて。そのわずかな水や塵で生きていくんでしょうからね。そうですよ。もう本当にね、過酷なところにみんな生きてんですから。正直自然の大きな岩山なんかに生えてる100年の木見ると手入れするところがないんですよね。いやいや、もう誰か手入れしてんじゃないかと思うほど綺麗なんですよ。自然っていうのは。先生が今その左手でやってるようにちゃんと自然のところっていうのも下枝が落ちてバラバラになってるなんてないんですよ、ね。ないんですよ。綺麗に揃ってるんですよ。誰かあれ手入れしてんですよ。一般の一つの大きな盆栽でも樹幹の部分っていうのがとても難しいのが僕らなんですけど、こういう石付きも同じですか。いや、そうですね。もう何でも頭が一番難しいです。よく手伝ってましたよね。よくやってる。先生お疲れ様です。はい。いやいや、なんかあっという間に一つの盆栽になっていくんで、もう驚くしかないんですけど、先生これ今先に木の枝打ちを作りましたけど、ここから今度は根を毛と土やしてこの抑えを入るわけです。そうですね。はい。こういうふうになっていますけど、結局よく先生の作品を見るとここに土をつけるっていうだけじゃなくて、先生根を下に下ろしていく作業。これはもう全部一番頭についてる木も、これ全部同じようにもう根が下へここまで入ります。じゃあこれで鉢に入れた時に下に根が張るようにまで。そうですね。こんなに先生ここから降りるもんですか。これがね、もうびっくりするぐらい、それこそ下へ降りる速さって言ったらわずか数ヶ月でもって50センチ70センチ降りますよ。つまり本当の行き場所を根が探すわけです。そうですね。早いんですそれが。はあ。ですからもうそれこそ1年後にはもう下へ根が全部入っちゃいますね。そうですね。石を削った頃の作品が大徳寺ありますけど、もう今大変な繁茂でそうでしょう。すごいです。じゃあここに水の行き道を全部作りながらこれを抑えていく。それを作らないと、要するにここが一番過酷な場所ですよね。ですね。水がねみんな下へ流れてしまうんで、一番過酷。どこにもたまらないですから。一番下の方は結局は水が豊富でもってね、元気に行きますけれども、ですから一番天と一番下と同じ作でないと、作が変わってしまうとやはり見た目が悪いと。なるほど。じゃあここからその作業を。そうですね。これから毛と土で全部下へつなげていきます。さあ今度仕上がりの部分に入ってきますんで、お楽しみください。よろしくお願いします。わかりました。
先生これケト土も一種類じゃないんですか？これはですね、ケトと、それから水苔、それから赤土のそうするミジンコですね。はい。それを3種類混ぜたものです。これがまた同じコーナンじゃなくて2種類ぐらいがあるんですか？ケト土の柔らかいの。柔らかいのと、やはりこのね、ここへ要するに根元につけるのは、中へケト土が入り込むように柔らかいのを使います。それで壁なんかを作るときはもうやや普通の固めに。そうですね。知らなかった。まるでカツラを作ってる。これは先生やっぱりこの鳥木の素材を作ってはい。ここの創作までに至る時間っていうのはこの3、4、5月あたりがベストなんですか？まあ、これ鳥木の場合は、もういつでもいいんじゃないですか。そうですか。これは。心拍の場合はその生命力でその期間が長いということですか？鉢を崩すというと、やはり木にいろいろなこのダメージが与えるようなことになりますからね。鳥木ですともうこれはもうそれこそ全然それはないと思います。じゃあ逆に真夏と真冬を避ければ。はい。いやいや、時期はもう関係なく、そうですか。できると思いますよ。なかなか今この質の良いケト土が手に入りづらいという時代になそうってますが。ですね。で、これはやっぱりケト土もいろんな土がありますんで、ブレンドしてるんですね。以前に先生と春華園の小林邦夫先生で対談をしてもらった時に先生が「いやまだまだやりたいことがいくらでもある」とおっしゃってましたけど、ちょうどその頃がこの新しい素材のこの石をちょうどそうですね、考案してる頃ですからね。そうかもしれない。ですから先生80を過ぎて新しい素材を使おうっていうところへ挑戦なさって今へたどり着いたわけですけど、まだ何か頭の中にもいらっしゃる。まだ何か考えるかもしれないですよ。今一つ気がつきましたけど、これ気をつけるとすれば心拍の場合は刺し目の素材でも、同じ親から取った刺し目じゃないと葉鞘が微妙に違いますよね。違うんです。だからこの間もね、葉鞘の悪いってんじゃないですけど、ちょっと違う葉鞘の、交換会で20杯ぐらい全部出していっちゃいました。やはりこの一つの石突きを作るときは素材が同じ血を持ってないと。絶対それだけはね、心拍でもこれいろいろあるんですよ。ポン一本みんな違うようにね、人間と同じですよ。同じ親から生まれてもみんな顔が違うのと同じでね、ダメなんですね。私たちなんかこの石突きを若い頃作る時もどうしても根がかわいそうでケト土をなるべく多く足してどんどんお団子のように膨れてっちゃうんですけど。膨れてっちゃうんですよ。あれが私も嫌でね。それにはこの石のように先生がこう全部作ったものだったらここにケト土を入れるっていうのがあれば、その凹凸が残りながら。そうなんですよ。大体鉢に入ってるものをつけるとなるとみんなとんでもなく膨らんじゃうんですよ。ここの石に穴開けなきゃなんないぐらいの思いが。そうなんです。最終的に先生が今そういうふうに下ろしてるところへ根を下ろしていこうとするわけですか？そうですそうです。これだけはもう最初からもうこの深く掘ってあるんですよ。なるほど。これはケトのところはちょっと柔らかくしてね、ケトの中に泥が入るように。でここいらはねあんまりね柔らかいんですと今度乾燥した時にひび割れを起こすんですよ。
先生わずか数時間ではい先生が作った彫刻の石とえ取り木をした名もなき心拍が一つの大きな自然を作ったように感じますけど、はあ、まあもう言葉が出ない。いやいやとんでもないです。この毛と土が乾かないうちにこれを毛と土を保護するそうですね。苔張りになるわけです。はい。これはもうすぐにやらないと。こういうふうに先生下ろすわけですね。そうですね。これが要は水道の命になる。これが全部つながってるわけです。ここから頭から。でここへ根が降りてきて、はい。でこれが鉢に植えられて、で鉢の中に根が全部入りますからね。ですから一番てっぺんの木でもとても元気なんですね。そうですね。水を吸い上げてるのはもうここですから。以前先生の作品見た時も夏に白い根が1日で5ミリ1センチと降りていくのを見て、あれはね、私もね初めて今回ハウスの中で見たんですけども、わずか2ヶ月でもって50センチぐらい伸びるんですよ。これはびっくりです。取り木の若い根だから一生懸命それを。そういうことなんですね。まあビニールを剥がしたね根を見ていただきゃ、それこそ生きようとしてすごい根が出てるんですね。生命力ってすごいもんですね。本当に。その鉢に植えるために先生ここにこの彫刻の石の下にまたこの板を乗っけてるわけです。でここに穴を開けて、で鉢とも固定するわけですね。固定しちゃうんですね。いや私これで輸送した時どうなるのかなと。いやいや私もね絶えずそのね長距離の輸送を考えてるんですよ。その時にグラグラしちゃったらこれもあと困りますからね。いや間もなく完成となります。ここからじゃあ苔張りの世界になりますので、はい、よろしくお願いします。どうもどうも。最後に入った。ちょっと。ほらいいです。これが直接当たるとパウンドで割れちゃう。あ、ですか。はい。いいよ、それで。これで。いいか、こっちから。下から。今度上つやよ。森前さん。はい。これね、ここはね、こうやってね、水桶を置いとかないとね。乗ってこないわけですか。いや、ここへ水をやるでしょ。ダーッとここは削れちゃうんですね。ここ掘っちゃうんですよ。削れちゃうんだね。だからこれ必ずね、この水桶でね、穴掘られないようにしとかないと。なるほど。これはこっちは。で先生。はい。一日で作品が仕上がるとは夢にも思いません。そうですか。なんとか。まあもともとこの本来のこの創作のこの石が前もって先生が想定の中で、そうですね。これが一番ね時間があったと思いますけど、でも先生その100年200年の盆栽がだんだん減っていく中で、こういうふうに昨日まで盆栽として存在していなかったものが一つの皆さんの感動を呼ぶものになる。これからもしかするとこれがもっと大切になるんじゃないでしょうか、ね。もちろんこれはね、我々のその先人からね受け継いだ盆栽を大事にしていってもやっぱり生き物ですからね、増えることはない、減るばかりのことだって。で我々はそれを守りながら絶えず新しいものを作っていくと、そういったことは絶えず心がけて作っていかなければいけないと。若い作家にはぜひそれは皆さんにお願いしたいところですね。それとですね、昔はね山からやっぱりいろいろ産出されたりいいものがね随分山取りされて産出されたでしょうけども、今はもうほとんど日本ではもう皆無ですよね。
あ、無理ですね。無理ですね。そうなりますと、じゃあどういう形で盆栽を残していかなきゃいけないかと。これは若い人たちがぜひそれを考えていただきたいと。だから昔からあったね、先人が作ったものを大事にするだけでなくて、それですといつかしら詰まってしまいますから。まあ、よく今こう畑作りのものを上手に作ってるものがたくさんありますが、それはそれで良いと思うんですけれど、もちろんです。あの中にこのような大自然の風景を出すというのは、なかなかの一本の木では出しづらいと。もう一木でなければ出せない、ね、姿っていうのはあるんですね。じゃあこれがまた先生がこのようにもやってくださったように、見事に後ろから見ると根が下へ降りろ降りろと。そうです。そうなると今度は安定した盆栽に。もちろんですね。もうこれでしっかりと止まってますから、先ほどねご覧になったでしょうけど、止まってますから、あとはこれ上手にあれしますと、根がここまで行くには本当に今年は無理かもしれませんけど、もう2年後には必ず下行っちゃいますから。まあこれで最終的にちょっとお時間をかけて綺麗な仕上げをして整えるわけですけど、そうですね。一緒に今回合同取材という形で、私どもは YouTube のわびチャンネルで動画ですが、雑誌でもう半世紀近い近代盆栽の近代出版さんが合同取材をしてくださってるんで、これをいずれなんか近代出版の方でぜひ世界の皆さんに先駆けて発表する機会をというんで、またそんなお手伝いもできればと思います。それでぜひお願いいたします。ちょうど今編集長が来てられるので、先生の後ろにどうぞ。編集長どうぞこちら。近代盆栽近代出版の編集長山崎編集長です。今日は一緒にどうもありがとうございます。ご苦労様でした。近代盆栽がこれが出るのが9月号、つまり8月の初めの号ですね。ちょうどわびチャンネルもほぼ並行して編集をして仕上げて皆さんにこれをお届けしていると思いますので、その時に金盆に多分あっと驚く企画をお楽しみください。先生、本当に今日はありがとうございます。これから最後の仕上がった姿をまた楽しみにしてますんで、また後ほどお世話になりましてありがとうございました。編集長お願いします。すみません。失礼しました。今日のわびチャンネル、木村正彦先生の85歳になる中で新たな挑戦が結晶となった新作の創作盆栽をお届けしました。いかがだったでしょうか。40年前、遊び心といって生まれたこの傾斜交差するヒノキの寄せ植え、世界でもこの画像はどこへでも届いています。左手にある石を立てて、まるでミルフィーユのようにそこから這い上がる心拍の断崖の姿。ここから始まった木村正彦の世界は今も進化を続けています。ここからもどのような作品が生まれるか、わびチャンネルはたびたびで追いかけていきたいと思います。ぜひアーカイブを含めてお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。